こんにちは。桜の間日本語ルームのゆきえです。今回は交通に関する日本語をお話しします。チャンネル登録、高評価お願いします。オンラインレッスンもしています。それでは始めましょう。道路、道路。人や車が通るための道です。歩行者、歩行者。歩く人のことです。自転車やバイク、車に乗らないで歩いている人のことです。歩道、歩道。歩く人のために作られた道です。歩道を車が通ることはできません。本当は自転車も歩道を通ることができませんが、歩道を自転車で通る人もいます。歩行者優先、歩行者優先。歩く人を先に行かせることです。道路では歩行者優先です。信号以外の交差点では歩行者がいたら車は止まって歩行者を先に通らせてあげます。これが歩行者優先です。車道、車道。車が走る道です。ガードレール、ガードレール。車道と歩道の間にある柵のことです。ガードレールがあると歩行者が車道に飛び出す危険が少ないので安全に歩くことができます。坂道、上り坂や下り坂のことです。坂道を自転車で登るのはとても大変です。でも反対に自転車で坂道を降りるときはスピードが出すぎてしまうので気をつけなければなりません。車線、車線。車が通るための区切られた道のことです。白い線やオレンジの線で区切られています。この車線はまっすぐ進む車線。この車線は右に曲がる車線。反対の方向に進む車線。車線がいくつかある場合には、進む方向によって車線が区切られていることが多いです。一方通行、一方通行。一つの方向にしか進めない道のことです。狭い道では車が2台通ることが難しいですから、一方通行の場合があります。制限速度、制限速度。出してもいい最高のスピードのことです。例えば、制限速度が60キロの場合は、60キロまでは出しても大丈夫。だけど、60キロ以上は出すと交通違反になります。ただ、制限速度が60キロだからといって、人がいるのに60キロで走ったら危ないですから、場合によっては30キロ、40キロ、50キロ、もっとゆっくり走らなければならない場合があります。徐行、徐行。とてもゆっくり進むことです。狭い道や山の道などは速く走ると危ないですから、ゆっくりゆっくり走らなければならない場合があります。それが徐行です。交差点、交差点。二つの道路が交わっているところ、交わっているところが交差点です。4つの方向から車が進むことができます。信号、信号。
交差点にある赤、黄色、青のものです。車や歩行者が安全に進むためのものですね。赤は止まれ。青は進んでもいい。黄色はもう少しで赤になるから気をつけてくださいという意味です。黄色は気をつけて進んでもいいではなくて、基本的には止まらなければいけません。赤、黄色、緑じゃないと思いますね。でも、日本では赤、黄色、青と表現します。昔は青も緑も同じ青という表現しかなかったそうです。なので、緑であっても青と表現していたそうなんです。だから信号は今でも赤、黄色、青と表現をします。角、曲がるところです。角を曲がる場合には、向こうから来る人や車が見えにくいですから気をつけて曲がらなければなりません。停止線、交差点の前にある白い線のことです。これは、ここで止まりなさいという意味です。停止線より前で止まると、こちらから来た車とぶつかってしまう可能性がありますから、停止線でしっかり止まらなければなりません。信号無視。信号が赤なのに進むことです。これは危ないからやめましょう。横断歩道。車が通る道を歩行者が安全に歩けるための道です。白い線がたくさん書いてあります。対向車。自分が進む方向と反対から来る車のことです。対向車線。自分が進む方向の車線と反対に進む方向の車線のことです。歩道橋。道路の上にある人が歩くための橋のことです。橋と言ったら、川の上にかかっているものを言うことが多いですが、道路の上にかかっている橋を歩道橋と言います。歩道橋は車が通る大きい道路の上にかかっていることが多いです。歩道橋は階段で登ったり降りたりします。階段を使いたくない人は大きい道路にある信号を渡ります。でも、大きい道路の信号は変わるまでに時間がかかる場合があります。時間がかかるのが嫌だなという人は歩道橋を使います。高速道路。普通の道路よりも速いスピードで進むことができる道路です。高速道路に入るためには、その前にお金を払わなければなりません。高速道路は歩行者や自転車が通ることはできません。渋滞。なかなか進むことができないぐらいたくさん車がいることです。車がたくさん走る道路では、車の列が長くできていることがあります。これが渋滞です。たくさん車が通るのに、信号がたくさんあったりすると、渋滞になる可能性が高いです。また、高速道路で事故が起きた場合や、連休で車で旅行をする人が多い時には、渋滞が起こる場合が多いです。道路標識。
道路標識。車が安全に走るために設置されているマークのことです。これは一方通行。これは駐車禁止です。線路。電車が通る道のことです。電車以外の乗り物や歩行者が通ってはいけないところです。踏切。車や人が通る道路と線路が交わっているところです。電車は緊急の時以外は駅以外では止まることができません。ですから、道路には踏切といって安全な機械があります。踏切がカンカンカンとなったら、通るのは絶対にダメです。危ないですから、踏切が鳴ったら止まってください。クラクション。ハンドルの真ん中に押すと音が鳴るものがあります。これがクラクションです。クラクションの音を出すことをクラクションを鳴らすと言います。日本ではクラクションを鳴らすことは法律で制限されています。クラクションを鳴らしてもいい場面は危険な時です。例えば山道などで対向車が見えにくい時にクラクションを鳴らして私たちはここにいますよと相手に知らせます。また、歩行者や自転車などが自分の車の前に飛び出してきたときに危ないという意味でクラクションを鳴らします。他の車が自分の車がここにいるのに気がつかないで近くに来たとき、これも危ないですよね。その時は私の車ここにいるよとクラクションを鳴らして知らせます。このように日本でクラクションを鳴らしてもいいのは危険を避ける時だけです。それ以外にイライラした時とか誰かと会ってこんにちはという意味で挨拶のためにクラクションを鳴らしたりするのはいけません。日本でクラクションを鳴らしてもいいのは危険を避けるときだけです。バス停。バスの駅です。バス停にはベンチがあることが多いです。疲れたと思ってバス停のベンチに座っていると、この人はバスに乗るんだなと思ってバスが止まってしまいますから、バスに乗らないときにはできるだけベンチには座らない方がいいです。駐車場。車が止まるためのところです。店の前やアパートやマンションの前、あとは道路の途中に駐車場があります。道路の途中にお金を払って車を止める駐車場のことをコインパーキングと言います。駐輪場。自転車を止めるところです。アパートやマンションの前やお店の前、駅にあることが多いです。駅やお店の前の駐輪場はお金を払って止めます。今回は交通に関する日本語をお話ししました。もし他にこういう時の日本語を知りたいということがあったらコメントなどで教えてください。今日も最後まで見てくれてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。さよなら。